はいどうも、今回はこちらジャンクインダクションヒーターを修理します。俗に言う IH ってやつですね。メーカーはアイリスオーヤマ、型番が IHCWKG2B ですね。で、分かっているジャンク理由は電源スイッチを押している間だけ使えるという感じですね。で、上から見るとこんな感じの画角になってしまうのでカメラを変えます。これで映り切ったと思います。これしか映るカメラがないんですよね。画質は悪くなりますが、これでやります。まずは外観を見ていきます。表面、擦れや焦げは結構ありますが、破損はないように見えます。で、下部にタッチセンサータイプのボタンがありますね。裏面、大きな破損はなさそうですが、汚れや埃が結構あります。特にファン周りはすごいことになってますね。これは後で洗うか何かした方がいいですね。そして奥側っていうんですかね。こちらの面に電源コードが出ています。電源コードも汚れはありますが、破損はなさそうですね。これにちょっとオイル生地がついてますね。中で断線してないことを願います。手前側右下に電源ボタンがあります。問題の押している間だけ使えるという電源がこれですね。という感じで全体的に擦れなどありますが、大きな破損はないですね。では動作確認しておきます。コンセントを挿したので電源を入れてみます。で、電源は電源スイッチを長押しすると入るみたいです。押してみます。入りますね。で、見にくいですが電源ランプが光っています。これを離すと消えるって、これジャンクの症状ですね。次に電源スイッチを押したまま加熱できるか試してみます。おそらくこれが加熱開始なので押します。E04 というエラーが出てますね。見にくいですけど。押したままでは使えないですね。E04 を調べたところ、電圧の異常を検知しているとのことです。対処方法はコンセント単独で使用となっていますが、今コンセントからというよりブレーカーから直接延長コードで伸ばしているので、それはないと思います。それ以前の問題で、スイッチ長押ししないと電源が入らないので、何かしら電源周りに何かあるんだと思います。コンデンサー破損とかだといいんですけどね。どうなんでしょう。分解していきます。鍋。背面にネジがあるので背面から分解していきます。まずネジが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11箇所ですね。外します。トッププレート側が外れるみたいなので裏返しました。外してみます。外れますね。トッププレート外れたので中を詳しく見ていきます。まず下側ですね。操作部分があります。これはタッチのバネですね。で、コイルが2つ、ファンが2つ。このファンはかなり埃すごいです。後で清掃ですね。で、メイン基板。で、メイン基板に一番簡単に見える場所にリレーがあります。電圧不足になるとこのリレーの接点が悪いってこともあるかもしれないですね。そして見た感じ。パッと見焦げた部分はないですね。破損箇所があるかどうか確認するために全て外してしまいます。ケースも洗いたいですからね。やっていきます。まずは操作部分から。これは爪で止まってるだけですね。見た感じの破損箇所はないですね。若干歪んでますけどね。これぐらいがまっすぐですね。歪んでます。大丈夫でしょう。この部分がスイッチですね。スイッチがしっかり動いているかどうか見ておきます。おそらく単なる押しボタンスイッチだと思います。大丈夫ですね。ついでにコイルの真ん中にある温度フューズを見ておきます。2箇所ですね。どっちも切れてないですね。どんどん外していきます。まずはコイルですね。こんなん買ってみました。2000円でしたね。結構安いですね。左側のコイルですね。裏表、特に破損はないですね。そして右側のコイル。
こちらも破損はないですね。コイルの中央にはペレットヒューズとサーミスタがついてますね。この辺も乾いてしまったので、後で塗り替えですね。ファンもこんなファンがついています。羽部分だけ見ると PC ファンですね。電圧は 18V、0.12A ですね。これは清掃ですね。ファン2種類ですね。これが左側、これは右側ですね。どちらも 18V、0.12A ですけど、ラベルの色が違いますね。なんか差があるんですかね。大きさも特に変化はないんですけどね。なんでしょう。次はメイン基板を外してしまいます。ちなみになりますが、動作確認から10日ほどわざと経過してあります。コンデンサーに残ってると嫌ですからね。その間に怪我してるんですけどね。真似される場合は自己責任です。電源コードの取り付け部分も外します。メイン基板の表面ですね。パッと見破損はないように見えます。焦げもなさそうですね。次、裏側。裏側は特に破損はありますね。いきなり破損見つけました。この部分焦げてますね。焦げた部分を拡大するとこんな感じになっています。ハンダがクラックしたというより溶け落ちてますね。初めはクラックがあったんでしょうが、熱を持って溶けちゃった感じだと思います。そして、この焼けた部分の反対側。反対側は、リレーの足ですね、これ。一番大電流が流れる部分ですね。電圧不足のエラーが出たのもこれが原因かもしれないですね。そして、リレーの反対側の足を見てみます。反対側の足も若干この部分、波打ってますね。もともとハンダの付けが悪いのかもしれないですね。焦げてるリレーの足と基板側が通電しているか確認してみます。通電してないですね。ということはハンダ付けするだけで治るかもしれないですね。一応動作確認をするときにリレーのカチッという音は確認できたので、リレー自体は大丈夫だと思います。一応リレーは外して清掃はした方がいいと思いますけどね。他に焦げてるようなところはとりあえずないんですよね。物理破損もなさそうに見えます。完全に電源が入らない、ボタンを押したままでも電源が入らない状態だと僕が壊れてる可能性ありますけど、この部分が電気を通してないことによって電圧不足になってるって可能性が大きいかもしれないですね。なので、一応リレーを外してハンダ付けをし直してみて、すべて一度組み立ててみて動作確認してみようと思います。それで治ればラッキーですね。リレーを調べたところ4本足らしく、1、2、3、4本で止まってるみたいですね。外します。取れました。これがリレーですね。特に焦げてはないですね。足も外すと無事に見えます。外したリレーは JT105F1 ってやつですね。コイル電圧 18V、30A、240V 対応ですね。これは単体で動作確認をしておきます。ではテストしてみます。
大丈夫ですね。抵抗値も高くないです。実際電圧をどれぐらいかけてみて抵抗値が上がるかはかけてみないとわかりませんけどね。とりあえず大丈夫でしょう。単体で動作確認できたので、リレーを戻していきます。これでリレーの取り付けできました。で、他にも、この部分とか、この辺ですね。ハンダの不良が多少ありますね。一応この辺も鳴らしておきます。あと、他は特に、ハンダの悪い箇所はなさそうですね。ファンを清掃しておきます。ファンは洗えないので拭くぐらいですけどね。ファンの清掃できました。ついでに同封板っていうんですかね。これも清掃しておきました。トッププレートの清掃をします。こちらは洗わない方がいいと思うので、ハケで清掃して拭くぐらいにしておきます。あとこのサーマルグリスですね。これも塗り替えるので拭いておきます。これでトッププレートの内側の清掃終わりました。そんなに汚れてなかったですね。問題は反対側の焦げなんですけどね。一番汚れがひどいトッププレート表面ですね。こちら側を清掃していきます。この焦げって落ちるんですかね。とりあえずはセスキですね。拭き取っても焦げは落ちないですね。クレンザーか何かで落とした方がいいかもしれないですね。ということで、クレンザーを買ってきます。買ってきました。100均のクリームクレンザーですね。うわ、なんだこの色。分離しちゃってますね、このクレンザー。振れば元に戻ります。これで落ちるんですかね。つけ置きしないとダメな可能性高いですね。右側はかなり綺麗になりましたね。光沢放ってます。問題は左側なんですけどね。しばらく置いておいたので、再び拭いてみます。まだまだですね。これでしばらく置いておきます。で、置いてる間にコイルの清掃をしておきます。コイルの清掃といっても、周りは綺麗なので塗り替える熱伝導グリスを除去するだけですね。これで2つとも清掃できました。熱伝導グリスは組み立ての時に塗ります。ボトムケース、下側の蓋ですね。洗っておきました。かなり綺麗になりましたね。一応綺麗に洗ってる動画はあるかもしれないんですが、暗くて見れたもんじゃないかもしれないです。見れるようだったら挟んでおきます。この辺マイカバンっぽいものがあったので、一応濡らさないようにマスキングテープしてあります。
その辺にあったお風呂のロック。組み立てていきます。清掃したファンは単体で確認しているので確認しておきます。ファンもリレーと同じ 18V ですね。まずは右側のファンから動作確認します。大丈夫ですね。異音もないですね。次は左側の動作確認をします。こちらも大丈夫ですね。なるほど。ラベルの色の違い分かりましたね。今動作確認した時に両方とも内回りになったので、実際ファンは反対側に向くので、右は右回り、左は左回りになってますね。で、ファンの羽の向きも違います。これがラベルの差ですね。一応両方一度に回してみます。分かりやすいかもしれないですね。こんな感じですね。風の流れで見るとこれがいいのかもしれないですね。まあよくわかりませんが。取り付けた状態で一度回してみます。取り付けた状態で回した方がうるさいですね。風量もかなりあります。さらに組み立てていきます。これでトッププレート以外の組み立ては終わりですね。焦げが落ちればいいんですけどね。一夜放置して多少落ちるようになったんですが、それでも残ってしまうので、ピンセットの背で削り落とします。一応、傷にならない程度の滑らかさはあるものになっています。少し削ってみたので確認してみます。大きな傷もないのでこの方が早いですね。この IH にこのピンセットの組み合わせだから大丈夫っていう可能性もありますけどね。ちなみにピンセットグッド TS15 ってやつですね。焦げをきれいに落とせたと思います。とかこれが限界ですね。ピンセットでこすったにしては傷もそんなにないんじゃないですかね。全体を一回クレンザーで磨いて終わりにします。拭きムラはありますがこれで綺麗ですね。トッププレートの清掃が終わったので組み立てます。それで直ってればラッキーですね。今回ほぼラッキージャンクになるかもしれないですね。まだわかりませんが。では組み立てます。コイル中央に熱伝導グリスを塗っておきます。今回用意したのは CPU グリスですね。25g で500円ぐらいの Amazon で安いやつです。これでも大丈夫だと思います。熱伝導グリスの付属品はグリス本体と指サックが2個、ヘラとクリーナーですね。こんだけ入っています。使うのはこれだけなんですけど。
ちなみに塗り込んだ量は適当です。トッププレートを閉めます。これでネジ止めするだけですね。それで治ればラッキーですね。これで組み立て終わりですね。次は動作確認をします。電源ボタンを長押して主電源が入り続けているかどうか確認します。押してみます。入りますね。見にくいですけどついています。これで押してる間だけ電源が入るっていうのを解消しましたね。次はエラーが解消しているかどうか実際に試してみます。動作確認は右側の小さい方でやってみます。だいたい20センチぐらいの鍋底だと思うんですよね、この鍋。水を入れます。というか水が乾ききりましたね。修理してる間に。加熱ボタンを押してみます。動いてますね。タッチパネルはどうですかね。タッチパネルも大丈夫ですね。次にタイマー。タイマーもしっかり動いてますね。加熱してってますね。ちゃんと動いてそうです。熱どんどん上がってますね。ここでの動作確認はこのぐらいでやめておきます。というのも沸騰させるとカメラに悪いんですよね。この場所での動作確認はこれで終わりですが、しっかり沸騰させた動画は挟んでおきます。沸騰するまでの動作確認は湯沸かしモードがある左側でやります。押してみます。しっかり沸騰しますね。これで大丈夫ですね。しっかり沸騰するところまで動作確認できたので、これで修理は完了ですね。ということで今回はアイリスオーヤマの IH クッキングヒーターを修理しました。このチャンネルでは今回のジャンク品修理や出会いをしています。内容がいいなと思ったらグッドボタン。また見たいと思ったらチャンネル登録お願いします。それではまた。これで冬のダメが楽しめますね。